皆さんこんにちは。今日は10ヶ月ぶりに立川志の春さんの落語を見に、これ鎌倉美学というところに来ました。どんな落語が聞けるでしょうか。今日は少人数だそうです。楽しみです。それでは行ってみましょう。レッツゴー。今、篠原さんの1席目が終わりました。馬屋鍛冶でした。いやー、篠原さん、本当、2メートル前に篠原さん、まさに大仏のようでした。下から見上げながら聞きました。篠原さん大きい、分かったのは手も大きいし、オンライン配信で見るよりもとても顔がスリムに見えました。そして、枕は自分の髪が、金髪になったところからうまく春師匠の話までつなげて、とても、和気あいあいと楽しかったです。ジェットベイカーの話もありました。そして、馬屋鍛冶になってからは、長屋の旦那とそして、奥さんの掛け合い、いや本当に目の前で演じられるとすごい、リアルな迫力がありました。これからお楽しみ抽選会もあるようです。楽しみですね。それでは2席目も楽しみにしてます。聞いてみましょう。レッツゴー。篠原さんのサイン色紙、好きを伝え続ける、1名様です。じゃあ私とじゃんけんをして勝った1名の方に差し上げます。続きまして、いつも材木2席目が終わりました。2席目は子別れでした。いや子はかすがいの話で、別れた夫婦が元の鞘に子供を中心に戻るという話でした。いやちょっと泣きましたね。ほろりとしました。私がほろりとするの本当に珍しいんですけども、生の落語、そして篠原さんの本当に篠原さん自然になんかスーッと入ってくるような話し方なんですよね。時々薬と笑いも入れますけども、本当に心に訴える、心に響く生の落語でした。材木座落語会、今日は100回目だそうです。今日は10人のミニ落語、ミニ寄せだったんですけども、おめでとうございます。この鎌倉で、いろんな教明寺で聞いたこともありますし、こういうすごくプライベート感のある会もあるし、いろんな形態で街に笑いをというコンセプト、本当に素晴らしいと思います。私も鎌倉でこれが聞けて幸せです。これからお食事会が篠原さんとあるというんで、それも楽しみです。お食事会のちょっと感想も後で言えたら言います。はい、気分が良くなってこのまま終わるかもしれません。でもまだ大丈夫。じゃあ書いてあります。いや最近ね、ちょっと足痛くなって、なんか歩きすぎてからっていうこちらです。足のね、親指の毛ね、今日は、実は鎌倉殿の13人の、初日です。ただ今日私の方は篠原さんの会に行ってました。終わった後の懇親会、今打ち上げで分かったのは、材木座落語会、今回で100回目だったんですけども、プチ落語会が50回、そして本会が50回だそうです。本当に6人で立ち上げた材木座落語会、本当におめでとうございます。100回素晴らしい。あと、その後いろんな懇親会の中では、例えば最近浅草キッドがネットフリックスで話題になってますけども、立川一門にいたたけしさんの話から、あとはどうやって材木座落語会が始まったのか、いきなり浅草演芸場での話とか、いろいろ面白かったです。あと篠原さん、実は今年は5月にケンブリッジに招かれているそうですけども、どうなるか
みたいな話もありました。ここでは言えないようないろいろ楽しい話、そういうふうに直にコミュニケーションできるのが落語の良さだと思います。今日は2メートル、1.5 メートルの距離で、迫力ある篠原さんの話、そしてほろりとする篠原さんの話を聞きました。また今年も落語を楽しみたいと思います。それではワン旅を続けましょう。江ノ電の8世紀からお伝えしました。それではまた。